早朝、裏庭から奇妙な声が聞こえた。それは細く、くっきりとしていて、まるで誰かがこっそりと呼んでいるかのようだった。好奇心から音の方向へ進むと、目の前に広がる光景に衝撃を受けました。小さな子豚が本当に私の裏庭に侵入してきました。子豚は草むらに隠れて赤ちゃんの声でハミングしていて、とても可愛らしかったです。丸くて小さな体と綺麗な毛並みがとても可愛らしいです。私はしゃがんで静かにその動きを観察しました。子豚は何かを探しているようで、辺りを嗅ぎ回ったり見回したりしていました。私はその子を驚かせないようにそっと近づきました。予想外にも、さらに驚くべき光景が目に飛び込んできた。実は、すぐ近くの小さな洞窟の隣に子豚が数匹いました。子豚たちは、まるで何かを探しているかのように、首をかしげて辺りを見回しました。その瞬間、私は思った。この裏庭の冒険は始まったばかりだ。私は少し離れたところに立って、静かにこの小さな生き物を観察しました。子豚たちは時々耳を立てて、少し緊張しているように見えました。突風が吹いて、草の葉が優しく揺れ、子豚たちはすぐに動きを止めました。写真は特に静かであるが、慎重な雰囲気に満ちているようだった。ふと、好奇心が湧いてきました。子豚たちは一体何を待っているのでしょうか。子豚たちは辺りを見回し、まるで信号に反応するかのように時折小さくハミングしました。子豚たちはかくれんぼをしているのだろうか、それとも誰かが戻ってくるのを待っているのだろうかと思わず考えてしまいました。彼らはみんな、まるで会議中であるかのように真剣な表情で首をかしげていた。その瞬間、私はこれらの小さな生き物たちに完全に魅了されました。時間がゆっくりと流れ、子豚たちの微妙な動きだけが見えるようになりました。もしかしたら次の話はもっと面白くなるかもしれないと密かに思っていました。子豚たちは自由に遊んでいます。子豚の中には草を掘る者もいれば、葉っぱを追いかけてぐるぐる回る子豚もいる。子豚たちは自由に遊んでいます。時折、そよ風が吹いて、小さな尻尾が可愛く揺れます。私は少し離れたところに立ってこの光景を眺めていたが、心の中で微笑みまずに入られなかった。子供たちは一瞬たりとも止まることができず、エネルギーに満ち溢れています。子豚たちは何かを聞いているかのように、時々頭を上げて辺りを見回しました。子豚たちは愛らしくて、ちょっと神秘的な感じがします。ふと気になってきました。子豚たちはどこから来たのだろう。そして、なぜここに来たのだろう。一つの疑問が頭に浮かびました。彼らの母親はどこにいるのでしょうか。もしかしたら、この裏には知られざる物語があるのかもしれません。私はこれらの賢くて可愛い子豚たちを見て、思わず彼らのところへ歩いて行きました。私は速度を緩めて、子豚たちに優しく挨拶しました。子豚たちは私に気づいたようで、
小さな耳が少し動きました。数人の小男たちがそこに立って見守っていましたが、数人は静かに退却しました。結局、初めて会うので、お互いにまだ少し慣れていない感じです。私は音を立てずに静かにしゃがみました。その時、少しだけ勇気のある子豚がやってきました。子豚は好奇心に満ちた目で慎重に近づいてきました。指を伸ばすと、子豚が優しく匂いを嗅いでくれました。とても可愛かったです。その瞬間、その小さな男の子は、あなたは誰ですかと言っているようでした。思わず笑ってしまいました。まるで新しい友達ができたような気分でした。子豚は首をかしげて私を見ました。とても礼儀正しく、無邪気で、とても可愛かったです。しばらくすると、子供たちは私に対してだんだんと落ち着いてきました。子豚たちはもうためらうことなく、次から次へと近づいてきました。子豚の中には、私の指をそっとつっつく子もいれば、頭を上げて好奇心を持って私を見る子もいました。子豚のキラキラ輝く瞳は無邪気さと好奇心に満ちています。この出会いが可愛くて、思わず笑ってしまいました。数匹の勇敢な子豚が率先して前に出た。君が僕を抱きしめると、僕が君を抱きしめる。まるでどちらが先に挨拶するか競っているみたいに。空気はリラックスした幸せな雰囲気で満たされて、私がしゃがむと、すぐに数匹の子豚が私を取り囲みました。子豚たちは、まるで小さな探検家のグループのようで賢くて愛らしいです。あの可愛い顔は見る人を一瞬で癒す。
私は子豚たちと遊んでとても楽しかったので、周りで何が起こっているのか全く気づきませんでした。その時、遠くからカサカサという音が聞こえた。見上げると衝撃的な光景が目に飛び込んできた。大きな狼が、そう遠くないところに静かに現れたのだ。大きな狼は静かに立って、子豚たちを見つめていました。突然、空気が静かになり、風さえ止まったようでした。子豚たちの耳は立って、みんな動かなくなりました。子豚たちは何かが違うことに気づいたようでしたが、少し混乱していました。大きな狼は、まるで周囲のすべてを観察するかのようにそこに立っていました。私は息を止めてそっと子豚の前に立った。数秒後、大きな狼は立ち止まり、向きを変えて去っていきました。ほっと一息ついた。この裏庭での出会いは本当にスリリングだった。大きな狼が去った後、空気は少し軽くなったように見えた。子豚たちは徐々にリラックスし、また遊び始めました。子豚たちは匂いを嗅ぎながら周囲を見回し、周囲の草を注意深く探検しました。その無邪気さは今のように戻った。私は脇に立ってこの光景を眺めていましたが、それでも少し不安を感じました。遠くの森では、時折かすかな動きがありました。大きな狼がまだ遠くをゆっくりと歩いているのをぼんやりと見た。大きな狼は近寄らず、ただ静かに見守っていました。子豚たちは気づかなかったようで、走り回って遊んでいました。子豚たちは太陽の光に照らされて、とても穏やかに見えます。私は何も言わず、ただ静かに見ていました。その瞬間、全体は穏やかに見えたが、そこには未知の兆候が隠されていた。しばらくして、遠くの森で再び動きがありました。見上げると大きな狼がまた現れた。大きな狼は子豚たちからそう遠くないところに立ち止まり、じっと彼らを見つめました。目は鋭いが、探求心も感じられる。子豚たちはまだ遊んでいて、狼が近づいていることに気づいていないようでした。私は静かにそこに立ち、大きな狼が何を観察しているのだろうと考えました。狼は視線を私の方に向け、しばらく私と目を合わせました。狼は何かを確認しているようだった。あたりは静まり返り、呼吸の音だけが聞こえた。しばらくすると、狼は向きを変えて再び森の中に消えていきました。太陽が再び輝き、すべてが静けさを取り戻す。
しばらくすると、茂みの中から低い音が聞こえてきました。見上げると、野生のイノシシの母親がゆっくりと現れた。イノシシのお母さんは私が思っていたよりもずっと大きくて、とても威厳があります。母豚は私と子豚を見ると立ち止まりました。その瞬間、母イノシシの目が鋭くなり、たてがみが少し逆立った。空気中に緊張感が漂っている。私はすぐに数歩後退し、安全な距離を保ちました。イノシシの母親は何かを思い出させるかのように低い声を出した。数頭の子豚がすぐにイノシシの母親のもとへ走り、従順に近づきました。少し衝撃的な写真ですが、自然の力強さも感じられます。私は遠くに立ってこの光景を眺めていたが、心はまだ落ち着かなかった。この裏庭の冒険が実際に真の主人公を迎えることになるとは予想していませんでした。
母イノシシが子豚のところに戻ると、雰囲気はずっと静かになりました。子猫たちは母親のそばにいて、安心しているようです。その時、森の奥から聞き慣れた足音が聞こえた。見上げると、大きな狼がまた現れた。大きな狼は、遠くないところで用心深く歩き回り、観察しているようだった。しかし今回は状況が全く違う。母イノシシは背が高く力強く、子豚の横にじっと横たわっている。太陽の光がイノシシの母を照らし、その姿はひときわ雄大に見えます。狼は立ち止まり、少しの間ためらいました。大きな狼の目はイノシシの母と子豚の間を行ったり来たりしていた。ついにダランドは向きを変え、ゆっくりと草原を去っていった。私はこの光景を遠くから眺めながら、心の中で笑ってしまった。この森の対決は案外素晴らしい。
空はだんだん暗くなり、裏庭の風もだんだん静まっていった。子豚たちはまだ母親と楽しく遊んでいます。母イノシシは時折顔を上げて辺りを見回し、また土を掘り続けました。私はこの光景を遠くから眺めていましたが、斬新で興味深いと感じました。こんな小さな訪問者が普通の日に現れるなんて誰が想像したでしょうか。狼やイノシシの出現により、裏庭にさらなる活気と笑いがもたらされました。曲がりくねった道も事故もなく、自然の最も本物の姿だけが残っています。子豚たちはエルフのように好奇心旺盛で活発です。この瞬間の喜びを記録するためにカメラを手に取らずにはいられませんでした。特別な経験ではなかったのですが、笑顔になりました。おそらく明日、大きな狼たちがまたやってきて、冒険を続けるでしょう。物語は一旦終わりましたが、あの安堵感と温かさはいつまでも心に残るでしょう。翌朝、私は再び裏庭に来ました。ちょうど丘の斜面に太陽が輝き、空気はひときわ新鮮でした。少し離れたところで、母イノシシがゆっくりと山道を巡回していました。母イノシシの足取りは、まさに森の主のようで、安定していて穏やかだ。ふと背後の動きに気づいた。2匹の狼が、そう遠くない草むらの端に静かに現れたのだ。大きな狼たちは、まるで何かを観察しているかのようにゆっくりと動いていました。彼の視線は時折、イノシシの母親の方向へと落ちていった。しかし、その巨大な姿を前にして、大狼たちは常に距離を保っていた。母イノシシは全てに気づいたようでしたが、それでも冷静に進み続けました。私は遠く離れて立ち、この自然の景色を邪魔しないように、ただ静かに見ていました。その瞬間、森は異常に静かであったが、微妙なバランスを秘めていた。突然、イノシシの母親は何かに気づいたようだった。すると、低い音が聞こえた。その声は大きくはなかったが、無視できない威厳があった。数匹の子豚はすぐに遊ぶのをやめた。小さな頭がすべて同じ方向を向いていました。子豚たちの動きはまるで母親の指示に従っているかのように、きちんとしていて面白いです。私も子豚たちの視線を追ってみました。遠くの草がまるで誰かがそこにいるかのように優しく揺れていた。突然空気が静かになり、私は息を止めました。その瞬間、太陽の光さえも特に眩しく感じられた。緊張感と異様な雰囲気が漂い、人々の好奇心をかきたて、思わず心臓の鼓動が速くなります。賢い子豚たちは集まって身を寄せ合いました。賢い子豚たちは集まって身を寄せ合いました。空気はとても静かで、葉が優しく揺れる音が聞こえる。母イノシシは子豚の後ろに立っており、背が高く安定している。母イノシシはいつも遠くを見つめながらじっと見つめている。イノシシの母親の姿勢はしっかりとした保護です。子豚たちは安心したようで、だんだんリラックスしてきたようでした。子豚たちは母親に寄りかかり、静かにハミングしました。大きな狼たちは遠くに立って、静かにイノシシの母親を見守っていました。大きな狼たちは何かをためらっているかのように、軽やかに歩いていった。木漏れ日が両側の人々の姿を照らし、風の音さえ聞こえるほど静かな空気が漂う。母イノシシは落ち着いた様子で、まだ同じ場所にしっかりと立っていました。イノシシの母のオーラが絵全体を荘厳にしている。大きな狼たちは、心の中で何かを測りかねているかのように、お互いを見ました。数秒後、大きな狼たちは静かに向きを変えて草原を去っていきました。子豚たちは母親に寄り添い、静かにハミングしました。母イノシシは頭を下げて、子豚の匂いを優しく嗅ぎました。その瞬間、森は静けさと平和を取り戻しました。その絵を見ると、
人は思わず立ち止まって息を飲みます。言葉はないが、力が流れているのを感じる。それは自然な愛情であり、自然の最も優しい側面です。私はこの光景に温かい気持ちと衝撃を感じながら、静かにそこに立っていました。大きな狼は、まるで周囲のすべてを観察するかのようにそこに立っていました。私は息を止めてそっと子豚の前に立った。数秒後、大きな狼は立ち止まり、向きを変えて去っていきました。ほっと一息ついた。この裏庭での出会いは本当にスリリングだった。大きな狼が去った後、空気は少し軽くなったように見えた。子豚たちは徐々にリラックスし、また遊び始めました。子豚たちは匂いを嗅ぎながら周囲を見回し、周囲の草を注意深く探検しました。その無邪気さは今のように戻った。
草の上に太陽の光が差し込み、空気中にはほのかな土の香りが漂っています。母イノシシは穏やかな表情で、時々顔を上げながら、のんびりと土を掘っていました。数匹の子豚がイノシシのお母さんの周りを走り回ったり、転がったり、落ち葉を追いかけたりしていました。子豚たちは小さな光の点のように明滅していました。子豚たちは時折、静かに鼻歌を歌い、そよ風が吹いて、とても穏やかな雰囲気が漂っていました。イノシシの母親はただ静かに子供たちを守っている。子豚たちは遊んでいるうちに時間を忘れ、幸せで自由になりました。この瞬間、森は静かにイノシシたちを伴走しているように見えました。優しく穏やかな映像で、この素晴らしい出会いを完璧な結末へと導きます。朝の好奇心からこの瞬間の温かさまで、この裏庭の冒険は自然からの贈り物のようだ。この静かな森では、すべての出会いが貴重なものだと、この冒険を通して改めて実感しました。残したものは多くなく、ただ感動に満ちた心だけ。もしかしたら、これが命と命の間にある最もシンプルな優しさなのかもしれない。これらの動物たちが自分たちの世界で自由に幸せに育つことを願っています。物語はこれで終わりですが、この温かさはいつまでも心に残るでしょう。3日目の朝、また庭から聞き慣れた音が聞こえてきました。野生のイノシシの母親イノシシは、子供たちに囲まれながら、木陰で静かに横たわっています。小さなイノシシたちはうなり声を上げながら、母親の腹の上を這っていきました。小さな子たちの中には、兄弟の下に潜り込む子もいれば、上に横たわって動かない子もいました。全体像は、熱い鍋の上のアリのようで、混沌としているが、少しの秩序もある。それぞれの小さなイノシシは、自分だけの独占的な地位を探しているようだ。母イノシシは、時折小さく鼻歌を歌いながら、ただ静かに見守っていました。イノシシの母親は、まるでこの穏やかな混沌に長い離れていたかのように、止まらなかった。子供たちの鼻は一瞬たりとも止まらない、エネルギーに満ち溢れている。イノシシは押しのけられ、怒って戻っていった。太陽の光が葉の間から小さなイノシシに差し込み、まるで動く絵画のようです。この瞬間、私は思わず笑ってしまいました。幸せな音ってこんなに可愛いものなんだと分かりました。赤いハートは。突然、イノシシの母親が奇妙なうなり声を何回か上げました。イノシシはすぐに起き上がり、表情を集中させました。イノシシは子供たちに走り回らないように注意しているようです。小さなイノシシたちは、まるで母親の言葉の意味を理解したかのように、すぐに動きを止めました。小さな耳がいくつか同時に立っていて、とても可愛いです。私はイノシシのいる方向を見上げた。近くの草むらで何かが動いているようだ。あのおなじみの姿、大きな狼が再び現れた。大きな狼は非常に軽やかに歩き、足音はほとんどしませんでした。大きな狼は顔を上げて前を見ながら、頭を下げて地面の匂いを嗅いでいました。大きな狼はイノシシ一家に気を配りながらも、さりげなく周囲の匂いを嗅ぎ回っているようにも見えます。地面には野生の果物がいくつか散らばっていました。
狼は立ち止まって一つ拾い上げました。大きな狼は驚くほど穏やかな表情でゆっくりと噛みついた。木漏れ日が背中に差し込み、その様子はひときわ静かだった。野生の果実を食べ終わると、大きな狼は頭を上げて、遠くにいるイノシシの母親を見つめました。その瞬間、その光景はまるで静かに目を合わせているようで、雰囲気は穏やかで少し神秘的でした。それから、賢いイノシシの母親は子供たちをゆっくりと庭の反対側の隅に移動させました。母イノシシは頭を下げて、何か動きがないか注意深く周囲を見回した。小さなイノシシたちは従順に後ろについていきました。足音は非常に軽やかで、ほとんど聞こえませんでした。小さなイノシシたちはもう以前のように張ったり叫んだりすることはなく、注意深く周囲を見回していました。二頭の子熊は耳を立てて集中しているように見え、目は生き生きとした光で輝いていました。まるで何かの視線を感じたかのような、謎めいた雰囲気が漂っていた。遠くのジャングルでは、大きな狼が暗闇に静かに隠れている。大きな狼は小さな生き物たちをじっと見つめていました。動きはわずかでしたが、決して立ち去りませんでした。母イノシシは何かに気づいたようで、鼻を少し動かした。母イノシシは少し震えて、すぐに後ろにいた子イノシシを守りました。その瞬間、母性愛の本能が完全に目覚めた。静かだが力強い。狼の目は、まるで次の瞬間に行動を起こそうとしているかのように、ますます深くなった。その瞬間、空気は静まり返り、呼吸の音だけが残っていました。イノシシの母は遠くの草むらに目を向けた。狼は長い間観察していましたが、イノシシの母親は厳重に警備されていて、忍び込む隙間がないことに気づきました。大きな狼は体についた埃を払い落として、何事もなかったかのように立ち去りました。
しかし、大きな狼は自分を抑えることができなかったようです。大きな狼は再び静かに近づき、遠くない茂みの後ろに隠れて、子熊の群れをじっと見つめました。その表情は、集中していても複雑で、何かを考えているように見えます。大きな狼は心の中でブツブツ言っているようでした。なぜこの豚の義士は子供たちを散歩に連れて行かないのだろう。この時、イノシシのお母さんは、とても興味深く、忙しく、そして嬉しそうに土を掘っていました。イノシシの母親は、自分の小さな世界にすっかり浸り、平和なひとときを楽しんでいるようだ。周りのイノシシたちは群れをなして集まっており、昼寝をしている者や、体をゆっくりくねらせている者もいた。家族の平穏は、すぐ近くにいる大きな狼とは全く対照的です。大きな狼は、無力感と不本意さを表しながらそこに立っていました。大きな狼は機会を待っているようだったが、この瞬間が自分のものではないことは分かっていた。カメラの後ろで思わず笑ってしまいました。この静かなコンテストはどんな物語よりもエキサイティングです。森での生活はいつもドラマに満ちていますが、人々を笑わせてくれます。
正午には森の草原全体に太陽が輝きます。小さな狼たちは遊び疲れたので、草むらに落ちてすぐに眠ってしまいました。もう一匹の大きな狼はもう我慢できず、ただのんびりと横になって昼寝をしました。過去に隠された対立は今、太陽によってゆっくりと溶けている。しかしイノシシの家族は相変わらず元気いっぱいだ。子イノシシたちは泥の中で転がって遊び、母イノシシもそれに加わりました。泥と水が飛び散る中、小さなイノシシたちは楽しそうに鼻歌を歌いながら楽しんでいました。その瞬間、裏庭全体が活気に満ちた楽園のように見えました。おお、神とイノシシの格闘はついに終結したようだ。風が優しく吹き、この森のありのままの姿だけが残る。風が優しく吹き、この森のありのままの姿だけが残る。
小さなイノシシたちは遊び疲れて母親の腕の中に潜り込みました。小さなイノシシたちは寄り添い合い、甘いミルクを美味しそうに飲み始めました。満足そうな表情が可愛いですね。母イノシシは静かに目を閉じ、この静けさと優しさの瞬間を楽しんだ。遠くで大きな狼がこの光景を見て黙って立ち去った。今日も大きな狼たちは何も取らずに帰ってきた。おそらくこの森ではあらゆる出会いが新たな試練なのでしょう。しかし、明日は彼らが平和に暮らせることを私は願っています。お互いの存在になれる。いつか、この森で一番特別な友達になれるかもしれない。イノシシオオカミの顔ハーブ赤いハートは、
一緒に過ごした3日間は、まるで予期せぬ冒険のようでした。最初の警戒からお互いの暗黙の了解まで、毎日が物語でいっぱいです。イノシシの母親イノシシは、自分なりのやり方で優しく、そしてしっかりと子供たちを守っています。小さなイノシシたちが太陽の下で走り回って楽しんでいます。彼らの幸せはとてもシンプルです。大きな狼の顔が時々現れるが、決してバランスを崩すことはない。おそらくイノシシの心の中では、こうした隣人の存在に長い間慣れ親しんできたのでしょう。森には対話はなく、静かなコミュニケーションだけがある。あらゆる視線、あらゆる球種の中に、人生の間の理解が隠れている。ここ数日、私は野生と温かさが共存する素晴らしい瞬間を目撃しました。イノシシと狼はお互いを守り合う関係にあり、親密で尊敬し合っています。おそらくこれが自然の最も美しい姿なのでしょう。言葉は必要ないが、人々の心に触れるには十分だ。明日は何が起こるだろうか。わからない。でも、どんなことがあっても、この森の物語がこれからも優しく展開していくことを願っています。